最終的にはこのようなチャートが頭の中でイメージできるようになると、マルチタイムフレーム分析を使いこなすことができるようになると思います。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはマルチタイムフレーム分析の実施方法。マルチタイムフレーム分析について何を具体的にどうやるのかをステップバイステップで解説していきます。動画を見終わった後も皆さんが練習できるようにマルチタイムフレーム分析の実演を織り交ぜていきます。マルチタイムフレーム分析を聞いたことがある方は多いと思いますが、具体的に何をどういう手順でやったらいいのかわからないという方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。まずはじめにマルチタイムフレーム分析とはというところをおさらいしていきたいと思いますが、マルチタイムフレーム分析というのは複数の時間軸のチャートの状況を総合的に見て環境認識を行っていく分析方法のことです。複数の時間軸っていうのは月足だったりとか日足、4時間足とかっていうものですね。次に上位足の重要性についてもおさらいをしていきたいと思うんですが、上位足が重要ですよっていう話はですね、聞いたことがある方も多いかと思います。で、なぜ上位足が重要かというと、それは下位足の動きというのは常に上位足の動きに影響されるからです。相場を動かしているのは機関投資家と呼ばれる人たちですが、この人たちというのは基本的には大きなお金を長い時間をかけて運用しています。で、チャートの時間軸に当てはめてみると、月足とか週足に該当する期間です。で、もちろん組織によっては短期で運用しているところもありますが、基本は長期だということを押さえてください。で、彼らっていうのは注文のサイズが莫大なので、注文を全て処理するだけでも数日要したりもします。必然的に運用期間っていうのは長くなります。これを裏付ける面白い研究結果があったので、一つ紹介していきたいと思います。はい、今表示しているのがアメリカのペンシルベニア大学によって行われた研究の論文です。タイトルのところを見てみると、アナトミー・オブ・ザ・トレーディング・プロセスというふうにあります。アナトミーというのは解剖学という意味です。それから下にあるインスティテューショナルトレーダーっていうのが機関投資家のことを指しますので、機関投資家のトレーディングプロセス、トレードのやり方ということですね。それを明らかにする研究というものになってます。はい。この論文のですね、中を見ていくと、このような表が載っています。今回は21の機関投資家を対象に調査を行ったものらしいんですが、この機関投資家が行った取引を取引の日数で統計を取ったものがこの表にまとめられています。この表の一番左を見てもらうと、ここに取引の日数が書いてあります。1、2、3、4、5、6という数字が実際に取引が行われた期間ということですね。例えば2って書いてあるところは2日間の取引ということになります。はい。それから左から3つ目の列のところ、オーダーサイズと書いてあるところが注文のサイズを表したものになっています。で、この表の上側が買いの取引、下側が売りの取引を表しています。はい。まず買い側の取引について、この取引の期間と注文のサイズを見ていきたいんですけども、注文のサイズが大きくなると取引の期間も長くなっていることがわかると思います。この2日以上のところと6日以上のところ、取引サイズはそれほど変わってはないんですけども、ここの1日のところと2日以上のところを見ていくと、取引サイズがやはり倍以上になってますので、取引サイズが大きいとですね、やはりそれなりの日数がかかるっていうことがこれからわかると思います。それからこの下の段の売りの取引の方を見ていくと、ここに関しては取引の期間と注文のサイズがより明確に相関が出ていることがわかると思います。注文のサイズが増えるに従って取引の期間というのも長くなっていることがわかります。もちろん機関投資家といってもですね、種類は様々で銀行、証券会社、保険、年金機構とか、ヘッジファンドとか、いろいろあると思うんですが、中にはですね、短いスパンで運用している組織もあると思います。特にヘッジファンドなどの場合はですね、短期税と呼ばれる組織もあったり、アルゴリズムを使って高頻度で取引を繰り返すなんていう組織もあるかと思います。ただ今回紹介した研究結果からも、大口の投資家と呼ばれる人たちの行動っていうのが、日足以上のチャートに反映されて、そうした長期時間軸のチャートが大事だということは分かっていただけるのかなというふうに思います。この論文の URL は概要欄に貼っておきますので、興味のある方は見てみてください。はい。それでは次にマルチタイムフレーム分析でやること、What の部分ですね、についてお話をしていきます。マルチタイムフレーム分析を行うときは、必ず各時間軸ごとにこれから紹介する4つの要素を見ていく必要があります。それらの4つの要素というのがこちらです。1つ目がトレンド相場かレンジ相場かの見極め。2つ目は目線。3つ目はサポートレジスタンス要素。はい。そして4つ目が波となります。1つ目のトレンド相場かレンジ相場っていうのはいいですよね。特に説明は不要かと思います。相場というのは上がるか下がるか横ばいかの3つしかありませんので、今はどの状態なのかっていうのを見極めるということです。はい。それから2つ目の目線ですね。目線というのは、この境界を境にして買いが優先になるか売りが優先になるかを見極めるボーダーのことになります。はい。それから3つ目のサポートレジスタンス要素なんですが、高値安値だったりトレンドラインやチャンネルといったものになります。最後の4つ目の波なんですけども、波っていうのはちょっと聞き慣れない方もいるかもしれませんが、相場というのはこのようにうねりを伴って動いていきます。このうねりのことを流
波と呼びます。相場理論にもエリオット波動理論とかサイクル理論とかウォルフ波動とか波に関する理論は多いです。それからマルチタイムフレーム分析を行うにあたって具体的にどの時間軸のチャートを見たらいいのかっていう点についてもお話をしていきたいと思うんですが、これはまずスイングトレードに関しては月足から4時間足が大前提になります。月足に関しては見た方がいいです。なぜかというと、スイングトレードっていうのは保有期間様々ですが、短いものであれば1泊だったり1週間以内。で、長いものになると1ヶ月とか数ヶ月保有するようなものもあると思います。で、1週間保有するってなると、単純に考えて週足のロウソク1本ですよね。で、1ヶ月保有するなら月足のロウソク1本です。なので、週足とか月足のチャートの状況を把握していないと、ポジションを保有している間に、そういった週足とか月足の気づかなかったサポートレジスタンス要素にぶつかってしまうってことが容易に発生してしまうわけですね。それからデートレに関しては週足から1時間足が基本になります。で、僕はですね、基本的にデートレに関しても月足見るべきっていう立場なんですけども、難しいなら最低週足からかなというふうに思います。で、これもなぜかというと、デートレードっていうのは日足のロウソク足1本の中の細かい動きを狙っていくわけです。で、日足の上位足は週足なので、週足の状況を把握していないと上位足の状況がわからない。つまりこれからやろうとしているマルチタイムフレーム分析の重要な視点が抜けちゃうよねっていうことです。それではですね、ここからは実際にマルチタイムフレーム分析をどのように行うのか実演をしていきたいと思います。いつもですね、僕の動画の中でチャート解説するときはメジャーな通貨ペアとかメジャーな金融商品を使って解説することが多いんですけども、今回はですね、誰も触ってないであろう為替の通貨ペアを選択したいと思います。どの金融商品でもどの通貨ペアでもやることは同じですよということの例にもなるかと思います。今回はニュージーランドドルとカナダドルのクロスペア、ニュージーカナダを使って見ていきたいと思います。今この動画をですね、2023年に撮影をしていますので、ここから10年ほど遡ったデータを使って見ていきたいと思います。このあたりがちょうど10年前の半ばぐらいに該当しますので、ここの部分で見ていきたいと思います。マルチタイムフレーム分析を行うときは必ず上位足から下位足の方向に向かって見ていきます。今回はスイングトレードを想定して月足から日足までを見ていきたいと思います。はい。まずですね、先ほど紹介した4つの要素のうちトレンド相場かレンジ相場の見極めから行っていきたいと思うんですが、この時大事な視点というのが対極的な視点と直近の視点それぞれに分けて相場を見ていくということです。まず大枠の方から見ていきたいと思います。ここの高値とここの安値に注目をしてください。ここの高値はちょうど1997年に該当する位置ですが、ここの高値とここの安値というのは2013年に至るまでブレイクされていないということがわかります。つまり20年規模にわたってレンジ相場が続いているということです。ということで長期でレンジ相場だということがわかるようにここにラインを引いていきたいと思います。月足のラインは赤で引いておくことにしましょう。続いて直近の動きを見ていきたいんですが、この2009年あたりからですね、このように高値と安値を切り上げる、つまり上昇トレンドが続いています。ですので、まずこの月足チャートを見たときに、20年規模で見るとレンジ相場が続いているんですが、直近の流れを見ていくと、このように上昇相場が続いているというのが、まず月足のチャートから押さえないといけない点です。続いて2つ目の要素ですね、目線について確認をしていきたいと思います。今回目線付けは押し安値と戻り高値を使って行っていきます。で、押し安値と戻り高値についてわからないという方はですね、過去に動画を作っていますので、そちらの方を参照してください。この月足での押し安値と戻り高値を見ていくと、ここですね、ここのスイングローがちょうど押し安値になっています。ですので、ここにも赤のラインを1本引いておきたいと思います。続いてサポートレジスタンス予想を見ていきたいと思いますが、サポート側については今押し安値のラインを引いたので、これで十分かなというふうに思います。この押し安値は最後の高値を作った起点の安値ですので、ここから上は上目線というふうに見ることができます。次にレジスタンス側なんですけども、ここの高値に注目をしてください。このスイングハイ2点ですね、2点天井をつけて大きく下落した起点となっています。ここは下降トレンドの起点になっていますので、この辺りまで上がってくると、この辺りは何かしらの抵抗体になりそうです。ということで、ここにも1本ラインを引いておきたいと思います。最後は波を見ていきたいと思いますが、この直近の動きを見ていくと、このように高値と安値を切り上げる上昇トレンドが続いてますので、このように矢印で波を示しておきたいと思います。ここも月足の波ということで赤で表示しておきます。月足のチャートからはこれぐらいが読み取れれば十分です。はい。続いて週足を見ていきたいと思います。まずトレンド相場かレンジ相場の見極めなんですが、先ほど月足で見たこの赤の波が示している通り、上昇トレンドが続いていることがわかると思います。少し手前のここの部分見ていただくと、ここの部分はこのようなレンジ相場が発生していたんですが、それを今ブレイクしてちょうど押し目を形成している段階というふうに見ることができると思います。それから目線について見ていきたいと思うんですが、週足の押し安値はここのスイングローになりますので、ここにラインを1本引いておきたいと思います。週足のラインは今度は青で示しておきましょう。先ほど一つお伝えするのを忘れてしまったんですけども、このような形でですね、チャンネルであったりとか水平線を使って見ていっても全然問題はありません。今回は例として水平線だけを使ってやっていきたいと思います。
それから次にサポートレジスタンス予想を見ていきたいと思うんですが、まずサポート側については先ほど週足の押し安値ラインをここに引いたのと、その下にはですね、月足で引いたラインもありますので、特にやることはありません。それからレジスタンス側なんですけども、今の価格より上の高値というと、ちょうどここですね、月足で引いたラインの高値のところがあるだけですので、これもすでにラインが引いてますので、特にやることはありません。最後波を見ていきたいと思うんですが、今チャートにですね、月足で引いたこの赤の波を表示している状態です。ここにですね、週足のスイングローとスイングハイを使って、週足レベルの波を書いていきたいと思います。このような形でですね、週足の波が発生しているということがわかると思います。週足の波に関しては青で表示をしていきます。それでは最後、日足を見ていきましょう。まずトレンド相場かレンジ相場かの見極めなんですが、このあたり2012年の5月あたりからこのような形で上昇トレンドが続いていました。ただ直近の動きを見ると、このように下降トレンドになっていることがわかります。スイングハイとスイングローを切り下げて、ここは下降トレンドが発生している状態です。それから目線的なところを見ていくと、日足の押し安値というのはここのスイングローだったわけなんですが、今それがブレイクされていますので、日足は下目線に転換しています。そして日足の戻り高値は現在このスイングハイのところにありますので、ここに1本ラインを引いておきたいと思います。日足のラインはこのグリーンで示しておきたいと思います。続いてサポートレジスタンス予想を見ていきたいと思います。まずサポート側ですが、下側にはこの週足の押し安値と、さらにその下には月足の押し安値のラインをすでに引いていますので、それ以外の日足のサポート予想は特にありません。それから上側ですね、レジスタンス側見ていくと、ここの高値は日足の押し安値をブレイクした起点になってますので、この水準まで上がってくると、ここの高値のゾーンがレジスタンスとして機能する可能性がありますので、ここは1本ラインを引いておこうと思います。最後に日足の波を見ていきたいと思いますが、日足は直近下降トレンドになってますので、このような下降波が発生していることになります。そしてこの直近の動きの部分はですね、このようなレンジになっていることがわかると思います。はい、ここまでの状況を一旦整理すると、ここが週足の押し安値なので、ここから上は週足では上目線。それからここのラインは月足の押し安値なので、ここから上は月足レベルで上目線ということになります。それから上側の方を見ていくと、ここが日足の戻り高値なので、ここから下は日足レベルで見ると下目線ということになります。で、ここまでの状況から何が言えるのかというと、日足は直近下降トレンドになっています。なんですが、こういった週足の押し安値ラインとか、月足の押し安値ラインまで価格が下がってくるようなことになると、こういったラインのところからですね、再び週足とか月足レベルで買いの動きっていうのが出てくるかもしれないっていうことです。で、一方で上側の方に目を向けてみると、日足はここから下が下目線になってますので、この付近まで来るとですね、売りが入ってきそうなポイントということで、赤でちょっと示しますけども、このゾーンまで上がってくるようになると、もう一回ですね、この売り手っていうのが入ってくるかもしれない。ただ、日足と週足と月足っていうのを比べたときに強いのは上位足ですよね。ですので、例えば週足の押し安値の付近から反発してくると、ここの日足の戻り高値というのはブレイクされるかもしれない。で、ここの日足の戻り高値がブレイクされると、日足が今度上目線転換することになります。週足や月足の状況を思い出してほしいんですけども、直近は上昇トレンドの動きが出てましたよね。今、日足のチャートにもですね、この青や赤で週足や月足の波を表示していますが、はい、もう一度ですね、月足のチャートを戻してみると、直近はこのような形で上昇が続いているわけです。であれば、週足の押し安値だったりとか、月足の押し安値のようなところから反発の動きが出て、日足のこの戻り高値をブレイクされるような動きになった場合は、日足は今は直近は下降トレンドになっていますけども、それが上昇トレンドに転換して、もともと発生していた月足や週足レベルの上昇トレンドに回帰していくかもしれないっていうふうに見ることができますよね。こういうふうにして複数の時間軸の状況を考慮して、シナリオを立てられるか、チャートを見れるかっていうのがマルチタイムフレーム分析なんです。それではこの後の動きについて見ていきたいと思います。まだレンジが続いていることがわかると思います。はい、今ここで大陽線をつけて反発したんですけども、ここの大陽線でこのレンジの上限をブレイクしてきたことになります。これが何を意味するかというと、直近続いていた下降トレンドが一旦レンジを形成して上にブレイクしてきたことで、この下降トレンドが下げ止まったっていうことです。ただ上には日足の戻り高値が控えてますので、この付近からもう一回下がってくるっていうことは十分考えられます。はい、この後の動きを見ていきたいと思います。この動き見てもらいたいんですけども、今この戻り高値の少し手前のところからまた反落してきましたよね。はい、ただここの部分に注目してもらうと、スイングローとスイングハイ切り上げた状態になってます。つまりここは局所的に見るとすでに上昇トレンドが発生しているっていう見方です。この後ですね、このスイングハイの位置にある戻り高値をブレイクできるかどうかっていうところに注目してください。はい、ここもスイングハイ確定しましたので、また高値の切り上げ、安値の切り上げが確定していることになります。はい、ここで日足の戻り高値をブレイクしました。日足が上目線に転換しました。で、ここの部分を見ていくと、すでに高値安値切り上げる上昇トレンドが発生しています。それからもう一回週足の状況をですね、振り返
っていきたいと思うんですけども、週足ではこういうようなうねりの上昇トレンドが発生していましたので、今日足の戻り高値がブレイクされましたので、元々あった週足の上昇トレンドのうねりにこのように戻っていく可能性が高くなってきたということです。はい。なのでこのように日足の戻り高値ブレイクして少し押してきたところでエントリーするっていうことができるわけですね。で、その時の損切りっていうのはここのスイングローになります。なんでここを損切りポイントにしないといけないのかというと、ここを割ってくると再び日足がこのような下降トレンドになってくる可能性が出てくるからということです。ここは必ず撤退をしないといけないラインになります。はい。ただ上側見ていくと、今ここのラインにですね、日足の抵抗レベルっていうのを示したラインっていうのを引いてあります。なのでこういう抵抗があるから嫌だっていう人はここで入らないで、もう少し下の方まで押してくるのを待って、ここを損切りにして、ここまで狙うっていうようなトレードを組み立てればいいわけです。はい。で、一方でもともと週足、月足レベルでの上昇トレンドっていうのが続いていて、今その上昇トレンドが再開したっていうふうに捉えるんだったら、ここの高値っていうのは週足、月足のレベルでは抵抗体ではなかったですよね。そういうふうに考えると、ここは週足、月足レベルでは抜いていくはずだっていうふうに考えることもできるので、その場合は週足の次の抵抗体はどこかっていうと、週足はなかったのでこの月足のところですよね。例えばこういうところが次の抵抗の目安になるので、このあたりまでの値幅とリスク、損切り幅とのバランスを見て、ここで入るかどうかっていうのを決めればいいわけです。今ちょうどリスクリワード 1.4 になってますから、1.4 でもいいっていうんだったらここで入ればいいんです。で、ここをターゲットにするということですね。はい。では引き続き動きを見ていきたいと思います。はい。月足の抵抗レベルのところまで到達しました。で、この抵抗体はどういうものだったかというと、もう一回月足の方を見てみると、ここの高値ですね。前回の下降トレンドの起点となった高値です。で、ここはさらにブレイクして上を目指すか、もしくはここを起点に反落してくるかっていうのはわからないので、すでに目標には達成しているので、ここで切ってしまうっていうのでもいいですし、損切り位置をですね、この縦に移動して、あとはここのレンジの上限ですよね。この20年のレンジの上限まで到達してくるのを待つっていうのでもいいと思います。はい。そのあたりはですね、各トレーダー一人一人がどうやって組み立てるかによります。続いての動きを見ていきたいと思います。その後の様子はこのような形になっています。この20年のレンジの少し手前の部分で、このように少しレンジを形成してですね、下降トレンドに転換するような形となりました。それではここまでの実演の内容をこちらのスライドを使って整理していきたいと思いますが、マルチタイムフレーム分析というのは、ここまで説明してきたように、複数時間軸でのトレンド、目線、サポートレジスタンス要素、波をつかめるようになることがゴールになります。この図に示した青のラインが上位足の動き、オレンジのラインが下位足の動きを示しているんですけども、例えばここの部分の動きですね、この月足の動きを週足や日足でどういう風に構成していくのかっていうのがイメージできるようになること。実演の中でもですね、このように複数の時間軸の波を表したチャートっていうのをお見せしましたが、最終的にはこのようなチャートが頭の中でイメージできるようになると、マルチタイムフレーム分析を使いこなすことができるようになると思います。で、今回ですね、4つのポイントっていうのを紹介しました。トレンド、目線、サポレジ予想、波ですね。で、最初の3つに関してはある程度機械的にできるのでそんなに難しくないんですが、この4つ目の波というのが一番難しいです。この波をつかむというところ、特に複数時間軸で波を捉えていくっていうところは、ある程度の訓練が必要になりますので、ぜひですね、今回の動画の内容を参考に練習をしてみてください。練習方法としては、今回の実演で紹介したみたいに、チャートの中に実際波を書き込んでみてもいいですし、チャートをプリントアウトしてですね、その中にペンで書き込むような練習をしてもいいと思います。それから動画の中でもたびたび登場した目線付けですね。これについてもマルチタイムフレームでチャートを見ていくときには必須の要素となります。例えば今この図のこのオレンジの点線で示したところというのは、買い足では押し安値をブレイクして目線が下に切り替わるポイントになりますが、上位足の観点で見ると、ここの青の点線の水平線を超えるまでは上目線が継続となりますので、このように複数の時間軸で目線付けができるっていうこともポイントになります。目線付けに関しては押し安値と戻り高値を使った目線付けの方法という動画を過去に投稿していますので、こちらの動画も参考にしてみてください。最後にですね、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。